はい、こんばんは。個人 VTuber のあいめけいです。よろしくお願いします。スマイルさん、大輝ありがとう。熊吉さん、大輝ありがとう。今日はね、新オープニングと、エンディングとっていうのを、実装するにあたって、7月にね、予定はしてたんですけど、ちょうど早めにね、帰ってこれたんで、この雑談の時にね、お披露目できたらなと思っていました。オープニングとエンディングだから、もうちょっと時間かかるかなと思ったら、早くね、お仕立てしていただけて、早めにね、見せることができて、で、ちょっとね、今日は背景も、ちょっとお借りしてね、素敵な夏なのでね、花火をお借りして、お披露目してます。どうでしたか、オープニングは。見れた人は。そう、こういうおしゃれなところにね、行って泊まってみたいよね。俺が、なんか数日出張で行ったところなんて、確かにすごくいいところではあったけれど、おしゃれではなかったね。なんか、すごい、なんだろう。夜はきらびやかだったけど、オープニング最高でした。ありがとう。願望でした。そうだよ。こういうところに行きたいねっていう願望かな。オープニング見逃した方も、アーカイブでね、オープニング見ていただいて、俺のね、普段のと言ったらあれなんだけど、普段の感じをイメージして、オープニングとエンディングが作られてるんで、よかったらね、見ていただいて、後でね、感想、背面タグでもいいので感想をいただけたらなと思います。はい、こんばんは、いらっしゃい。今日はね、少し、出張したこととか、あと、そうだな、7月にね、7月の8日かな ?8 の週にまた結局もう一回海外に行かないといけなくて、またバタバタはするんだけど、一旦落ち着いたよねっていう雑談をしながら、あとはね、マシュマロでいただいたフリートークでもしていこうかなと思います。みんなありがたくて、マシュマロをお願いしたら、めちゃくちゃ届いて、すごく届いてね。出張お疲れ様でした。ありがとう。いやー、でもね、思ったよりね、あんまり良くなくて、ね。で、結局、もう一回行くことになったんだけど、なんだろう。なんかめっちゃ送ってくれた。なんかめちゃくちゃ来てて、後でね、マシュマロ、全部開放できるかちょっとわかんないけど、もぐもぐさせてもらおうかなと思ってます。でも俺がね、行った海外出張先はね、ま、まだ都会というか、すごく、都会感あふれるところみたいな感じで、なんか、多分、至るところにカメラとかも、やっぱ設置してて治安もね、維持されてるようなところだったので、特にね、何かがあって帰ってこれないみたいなことはないようなところなんだけど、7月もね、ちょっと気をつけていこうかなと思います。俺がね、出張したところはね、なんだろう、お酒とタバコがすごく好かれるという国で、まず最初になんか、
まあ夜の接待みたいなのを、まあ接待って言い方あれだけど、仲良くなりましょうねみたいな感じで、お酒を飲まされるというか、まあ乾杯一揆みたいな感じだね。もうそれを何回も何回も繰り返して、すぐ仲良くなれる文化。で、ちょっと頼み事とかしんどいなって思うようなことは、タバコをね、一本、まあタバコ吸われる方だったらタバコを一本、ちょっといい高級なタバコを一個とか渡して、頼むみたいな。まあ、それでね、こう聞いてくれるみたいな。まあそういうちょっとね、変わったフレンドリーさがある文化だったんだけど。そうだよ、乾杯一揆だよ。しかもちょっと度数のね、高いお酒を、まあ小さなね、グラスなんだけど、小さなグラスに、まあ、入れて、スッと乾杯して、乾杯一気するみたいな。なんか腕をね、こうクロスさせながら。まあ、日本にはない文化だね。なんか日本だと、飲み会とか、そういうのってやっぱ、好かれない傾向とは言わないけど、まあ遠慮しがちな文化ではある。いや、飲みはちょっとな、みたいな。ウォッカではなくね、ラオチュウっていうね、清酒って呼ばれるものかな、ラオチュウとか、まあそういうものをね、ちょっと一気飲みするみたいな感じだね。結構、なんだろうな、まあ、飲みやすくはあるんだけど、後からちょっとしんどくはなっちゃう。まあ、悪酔いしないっていうのかな、なんか。まあ、よくね、後々こう、明日、明後日に響くみたいな。美味しい。まあ度数はね、ちょっと結構高いんだけど、まあ、美味しいものは美味しいかな。なんか物によるというか、例えばそこは、みんなが好きな、なんだろう、ビールとかあるじゃない。日本が好きなビールみたいな。ああいうのとか全然冷えてなくて冷やさない文化というか、冷やさずに、なんだろう、ぬるくて出てくる文化なんでね。あので、日本の方が来たら、まあ、氷を張った氷水みたいなところに、そのビールを入れて、こうなんだろう、冷やしてから渡すみたいな。ぬるビールだね。まあ、ドイツとかね、よくぬるビール出てきたりするけど、まあでもね、なんだろう、健康食とかもね、薬膳料理とかもね、いろいろ出てね、まあ楽しいのは楽しいんだけど、ちょっと食がね、合わない人は、食は合わないかなっていう感じかな。まあちなみに俺は合わなかったね。食が合わなすぎて、向こうに行って、まず日本のお店を探したね。いろいろ食べさせてもらったんだけど、まあ高級店とかもね、行くんだけど、まあちょっと、俺は大衆食堂とか、日本でね、普通にチェーンしてる店に行って、まあ食べる。そう、合わないね。俺全然合わなかったね。俺やっぱ日本食好きなんだなって、改めて思ったね。はい。でね、まあいろいろお話ししたいなと思って雑談枠を取ったんだけど、海外の日本食はね、本当にチェーン店だとあんま変わらないかな。まあその国の、そのなんていうの、お値段みたいなのがやっぱあるんだけど、違いがあるんだけど、変わらないとこは本当に変わらないかな。やっぱり、そもそも日本から、なんだろう、指導みたいなのが入ってたりとか、やっぱするので、そこまで変わらないっていうのが、あるかな。なんか、日本食の見知ったところに行って、なんか違うものが出てくるとか、そういうのはあんまりないから。ただ、コンビニとかは、味付けがやっぱ違ったりとかはするかな。その、日本で売ってるものと同じものでもなんかちょっと味付けが違う。あるかな。
値段がね、やっぱ高いところと安いところがある。物価が高い国に行くとやっぱどうしても高いし、まああとは値段を合わせる、要は空輸とかしてるので、そもそもそういうコストを合わせるために値段が高くなってるところもやっぱあるね。それはある。ただもともと物価が安いところってやっぱ安いので、まあ、ピンキリじゃないかなとは思うけどね。うん。まあまあ海外でね、まあ今度ね、もし食事配信とかで移せる、まあ手元食べ物とかね、移せる時が来たら、まあお土産じゃないけど、まあそこの国のね、タバコだったりとか、移してあげようかなと。こんなんだんだよ、みたいな感じでね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ今日ね、雑談、多分ね、初めての何もない雑談というか、何もないって言い方あれだけど、作業もしてなければ、食事もしてなければ、初配信とかね、そういう何か記念日でもないような雑談っていうのをね、やろうかなと思ってて、この配信のね、俺は、まあ夢幻のようなものだと思ってください。こういうね、この今目の前にあるのなんだろうね。肉巻きみたいじゃない？なんか、なんだろうね。小さく肉巻きとかかな。キッシュなの？ちょっとわかんないけど。どうなんだろう。おしゃれじゃない？でも。さ、食べる、目の前の食べるものですよ。あとはね、俺、ごく稀なので、この雑談配信で、みんなとね、こうやって、すごく、優しく語り合うのは優しくっていう言い方あれだけど、みんなとね、語り合うのは、まあ、ごく稀なので、普段はね、なんかゲームしてとか、まあみんなとコラボして楽しんでるみたいなところをみんなにお見せするのが、俺の配信なんで。はい。というわけでね、まあちょっといろいろとお伝えしたいこともいろいろあるんでね、少しずつ話を進めていこうかと思うんだけど、そう。まあ、ちょっとね、X の方でも触れたんだけど、やっぱ時間がなくていろいろサブアカウントとかもね、ちょっと一旦置いとこうかなという形をとってたんだけど、まあね、ちょっと時間が取れるようになった、まあなったわけではないんだけど、まあそのみんなとね、時間を取れるように、配信はね、配信で時間も取れてと。はい、こんばんはいらっしゃい。動画とかのね、編集、要は作業だね、時間が取れそうになかった作業とかは、まあ、ちょっとね、お願いできる人だったりとか、というのを見つけたりとか探したりしたので、まあ、時間が少しずつ空いてきたのかなということでね、サブアカウントの方も一旦復旧して、みんなのことを見れるようになってきたかなというところ。ただイラストとかね、その、お写真とかも含めてなんだけど、もう間に合わなくて、まあ間に合わないっていうあれなんだけど、例えば、ショートとかのためにね、こう、頻繁にってなると納期が全然間に合わなくて、だからこう、歌ってみたとか、動画とかを上げる際にね、ショート用に、お写真発注したいなと思っても、ちょっともう、間に合わなくて。なのでね、今後ね、歌みたのショートとかは、まあ、いくつかね、収録してあるものは、まあ、普通に、上がって、まあ、なんか評判が良かったりとか、なんだろう、これみんな好きでいてくれてるんだな、みたいなものをピックアップしてね、お写真と、あと、ショートバージョンじゃないフル尺をね、撮っていったりとか、そういう風になるかな、という形になってきますね。全然間に合わない。何もかもが間に合わないからね。
やっぱりみんな忙しいんだろうなって思うわ、実際。クリエイターさんもめちゃくちゃ忙しいって言ってて、お願いしたい人とか9月とか、9月まではもう全然入らないですとか。でね、活動のために時間作ってくれてるの嬉しいんですが、ちゃんと寝ているのかします。そうだよね。俺のね、普段の X とか見てるとね、心配になるよな。4時5時とかにさ、ゲームやってて、今までゲームやってて、仕事行ってきますみたいな感じだろ。こう、心配にはなるよね。心配させるのも良くないよね。でもね、体調が悪いと、俺は体調悪いなって、ちゃんとね、みんなに言うので、そこは心配しないでもらって、俺がね、ちょっと今体調不良なんでとか、お休みいただきますって言わない限りは、なんか無理してるとかじゃないので、よかったら楽しんでもらって、その深夜とかに見れない人も多いと思うけど、楽しんでもらえたらいいかなと思います。もう心わしづか、心臓わしづかみにされてる。何でショートでやっぱ人によってはね、ちゃんと寝れてるのかなとか心配してくれたり、心配せずにハッハって言ってる人もいるのでね、そこのところはちょっと俺もね、気を使ってちゃんとね、なんかしんどい時はしんどいなとか、ちょっと今日は休みますみたいな感じでね言うので、大丈夫ですよと伝えておきますね。歌もね、というか声の方のね、活動もね、どんどん進めていって、声もね、お声掛けさせていただいている人は何人かいて、一緒になっていろいろ考えてるんだけど、一つ目のね、ちょっと声劇じゃないんだけど、物語についてみたいなものはね、一応文章を作成して、ただなんて言うんだろう。この物語はあくまで俺が、なんか、趣味で作ってるようなものなので、それがね、みんなに刺さるのかとか、物語が、どうなるんだろうって期待してもらえるのかとかは全然分かってなくて、活動仲間に少し相談したりとかしながらやってるんだけどね。みんながこう待って、次の話ってどうなるんだろうって待ってもらえるようなね、声劇の、お芝居のようなことができればなと思ってます。あとは、そうだね。フリートークにね、めちゃくちゃもらったんで、少しずつちょっと消化していこうかな。全部はね、できないので。上からでいいかな。からとか。順番じゃなくて。マシュマロをいただいた一つ目は、ハイメさんが VTuber いいな、やろっかなとなるきっかけになった VTuber さんはいますか？はい。これはあまりコメント欄はね、名前とかいろいろ出すとダメなので、俺の方が一方的に話すみたいな感じになるけど、確かにいます。俺が、この人いいなって、今も思ってて、たまに見たりとかする配信者さん。最初は VTuber さんじゃなくて、皆さんも、知ってるような、多分配信者さんが好きで、配信者さんね、VTuber さんじゃなくて、最初配信者さんが好きで、ゲーム実況だったりとか、ライブ配信でね、掛け合いをしてる、コラボの掛け合いをしてる、声真似配信者さんとかが俺は好きで、よくね、それで元気をもらってたんだけど、VTuber さんで言うと、
まあ名前、ここで名前出すのはあれですけど、某大手さんの、まあ、V スポさんの、如月蓮さんとか、ちょっと落ち着いたね、配信で。俺がまあなんで格ゲーの世界とかに行かないかっていうと、あの方が格ゲーがすごく上手くて、まああそこにね、同じ土俵にあまりこう立ってっていうのはちょっと自分の中では、なんかちょっと違うかなって、そういうのは見ていたいなって形でね、まあみんなが言うようにね、ちょっとした憧れみたいな、推しではない、推しとまではいかないけど、憧れみたいなものがあるので、同じ土俵にあんまり立ちたくないなというのがありますね。V スポさんですね、俺は。結構大手さんで見るのって俺 V スポさんが多いかなという印象ですね。面白いマシュマロなんだけど、次。普段はいいですが、マロ募集の時はリンクを貼ってほしいです。いや、俺のリットリンクじゃもう見てないだろ。この人見てないんじゃない？俺のリットリンク。ホームページとかも全く見てないよね。ちなみになんだけど、リットリンクとは別に、簡単な、もう本当に簡単なものなんだけど、X の方の、俺の、プロフィール欄みたいなものがあるじゃない。固定ツイートとは別で、普通に俺の、ママさんのことを書いてたりとかする、プロフィールのところのリンク、あれが一応ね、ウェブのホームページに、なってます。ホームページ切り替わってます。すごく簡単で、誰でもできるようなね、無料のサイトを使ったホームページにはなるんですが、よかったら見てもらえたらなと思いますね。そういう風にね、なんか少しちゃんとした形からどんどん良くなっていけたらなと思ってます。あれはね、しかもね、でも PC で作って最初。なので PC にある程度合わせてるので、こう携帯端末機からね、見ると変ななんか文の区切りとかになってる時もあるんで、PC 推奨なんだけどね。じゃあ続いてなんだけど、出張中のことだね。出張中に美味しいものはありましたかとか、出張中猫ちゃんはどうされてましたかとかっていう質問ですね。イラストとても素敵でした。ありがとう。このオープニングとかね、に使われてるような、イラストで。なんかちょっとね、憂いを帯びてる。俺の普段のなんか遠くを見てるような表情だからね。素敵かなと思います。出張中の猫、申し訳ないけど、これ、言っていいのかわかんないですけど、俺、兄貴というか、兄がいて、普通にね、兄がいて、兄のお嫁さんっていうのかな、いわゆる義理のお姉さんが、俺にはいるんだけど、その方がね、俺が例えば長期出張だったりとか、海外に出張するときっていうのは、世話を、見てくれてます。俺は家なので、そこの鍵をそもそも持ってて、鍵を持ってて、入ってきて、掃除だったりとか、俺がいないときね、長期でいないときとかは、様子を見に来たり、あと猫にね、餌とか水をあげないといけないので、それは見に来てくれてます。はい。だからね、安心して猫がね、飢えてるとか、ご飯もらえてないよと。そんなことはまずないので、安心してください。ね、俺はなんか、ほったらかしにすることはまずないので、はい。お兄さんいらっしゃるのですか？意外に。そうだね。意外なのかはわかんないけど、兄がいて、でも兄はね、なんて言うんだろう。兄もその出張とかがよくあって、例えば空港とかに
すごく兄はものすごく遠いところにいるので、まあ、空港に近い俺の家に泊まりに来たりとか、出張前なんでとかっていうのはまたあるんだよね。で、その時はちょっとそのお姉さんも含めてとか来るんで、まあ、何かある時お姉さんが来れるようになってて、まあ、合鍵みたいなのも渡してて、まあ、そういう時でも助かるよね。お姉さんが、お世話してくれる。弟属性って何かわかんないけど。まあでも、仲はそんなに良くないよ、別に。兄とはね。兄とはそんな仲良くないけど。はい。なので、まあ心配せず大丈夫なんで、はい。で、これさ、幼少期はどんな子供でしたかって、こう聞きたいのってなっちゃった。おもろいなと思って。俺はね、なんだろう。幼少期はね、兄いや、しっかりも、まあ確かにしっかり者かな。まあ、いわゆる俺と一緒で、その、仕事場でも役職付きで、頭もね、多分、いいんじゃないかな。地頭がいいというか、すごくいいんで、しっかり者だし、言葉もすごいかなって。幼少期、俺の幼少期はね、なんだろう、集団行動ができない人間だったという話は聞いたことがあって、例えばね、その、みんなが集まって、何々の時間ですよ、みたいな。とかがあった時に、俺だけ一人違うところで、例えば滑り台の上に乗ってるとか、なんか、集団から離れたところに俺はいるみたいな感じかな。結構その、集団行動ができない、で一人でどっか行ってるのが多かったみたい。幼少期。で、実際のところ、まあ、これは、まあまあ自慢になるのかわかんないですけど、小さな頃は頭が良かったみたいな。本当に小さな頃、まあ小学生ぐらいまでかな。はまあ本当に小さな頃から小学生ぐらいの頃までは頭が良かったというのは聞いてるね。あまり俺は曖昧で記憶がないんだけど、まあ、ちょっと頭が悪くなったりとか、性格がねじ曲がっていったのはまあ中学生ぐらいからなのかな。多分。一匹狼だったのかな。ただ、ただはぐれてるだけかもしれないよね。こう、輪に入れないコミュ障タイプみたいな。コミュ障タイプだったのかもしれないね。なんか幼少期っていうか、その小学校より小さな頃、幼稚園とかっていうのはさ、あまりなんかこう、なんていうのかな、一度離れたら、あまりもうすぐに入れないみたいな。で、小学校とかだと何かしら取り柄があれば、例えば頭が良かったりとか、例えば運動ができたりとか、足が速かったりとか、それがなんか一つのステータスがあれば、すぐにこう、人気者になれた世界。だけど、まあ、幼稚園とかって、そうじゃないからね。まあ、顕著に出たんじゃないかな。コミュニケーションが取れない。まあ、好き勝手やるクソガキみたいなのが出てたのかもしれない。まあでもね、それを大きくなるにつれて俺は別に継がなかったというか、今もね、その、一人、一人でなんか、何も、他の人と何もできずに一人ですみたいな感じじゃ今はないから、まあそれを継がなかったのは、まあいいことなのかなと。定的でいいのかわかんないし、言い方がね、一匹狼タイプってめちゃくちゃかっこいい言い方になるけどね。ああ、そうだね。そういうタイプの人間だった。
やっぱり好き嫌いとかもね、すごく多かったっていうのはやっぱ聞いてるね、小さな頃は。まあ今でもちょっと、食べ物とかでも、ナスビだったりとか、あとピーマンだったりとかって、まあ好き嫌い結構あって食えないんだけど、食べれないんだけど、まあそう聞いてたかな。うん。幼少期はね、そんな感じかな。あとは、私服の詳細が聞きたいです。私服の詳細って言われてもなーっていう感じではある。マシュマロの返答なのかな、前の。まあ、なんだろうな、胸元とかが、こう、結構、まあ、露出っていう言い方あれだけど、見えてたりとか、まあ、ダメージ系のね、肌が見えるようなものは、夏場とかはね、着たりとか、まあ、それこそ仕事に行く平日とかは普通のちゃんとした服装だけど、まあ、人と遊びに行ったりとか、するときは結構多いかな。なんか極端に言うと、はい、こんばんはいらっしゃい。よかったらね、ゆっくりしていってもらって。パンク系とかではないと思う。俺自身は。ただ、まあ、ダメージだったりとか、あと、多いのは、まあ、極端というか、肌見せの方とかは別に、なんだろまあ、ちょっと、個性的な服が好きだったりとかはするかもしれない。で、もう一つ好きなのが、ちょっとラフな格好というか、手が隠れるような、ちょっと大きめの、結構ダボダボで大きめな服とかで、まあ、だるいって言い方あれだけど、だらーっとした感じで、なんかその辺座ってるみたいな、その辺座ってる兄ちゃんみたいな感じかな。俺が好きなのはね、まあ普段着てるのはっていう感じだけど、まあちょっと大きめの服装でダボダボにしてあってとか、まあこう袖口掴むぐらいのオーバーサイズだったりとか。ヤクザ系、ヤクザ系なのかな全然、まあまあまあ、どんな感じで、個性的なのは好きなんだよね、実際。ただなんか和風の竜とか、まあそういうのじゃないよ、別に。全然普通のね。オーバーサイズでいいよね。なんかね、こうダボっとしたのって、なんかふわっとゆとりがあったりとか。なんか例えば夏はまあ、一枚そのダボっとしたの着たりとか、肌が見えるような服装をしてたりとか。冬はね、俺、あの、まあちょっと大きめのカーデガンとか羽織ったりとか。で、俺結構なんだろ部屋とかではそのカーデ脱いで腰のあたりでこう巻いたりとかする感じなんだよね。腰のあたりで巻いてとか、上着を上から羽織るだけとか、そういう感じの、肩に羽織って袖を通さないみたいな感じとかでやってるから、好きな柄とかありますか？好きな柄か。服で柄はね、逆にないね。柄付きはあんまり好きじゃないかも。まあ、例えばその黒だったら黒、無地とか一色とか。そういうのがね、多いかもね。男性でオーバーサイズ結構でかい。でかいね。結構でかくて、逆にそのでかいのがいいみたいな。こんばんはいらっしゃい。あ、以前もね、なんかすべてのカ国語で挨拶してくれてる人でね、こんばんはいらっしゃい。よかったらゆっくりしていってもらえたら。なので、まあそんな感じかな、服装は。まあ、じゃあ、そうだな。浴衣みたいな上着とか興味ないのです。興味はあるけど、なんて言うんだろう。普段は、まあ着ないよね。
普段それ着て外に出るかっていうと着ないから、普段はあんまり着ないかな。そういう催しがあったりを、お祭りに行く時でも、俺って結構食べ歩きが主だから、あんまりないイメージ。スーツの肩掛けとか好きです。イラスト待ってます。遠いな。いつになるんだろうね、そのお写真は。遠いよ。でも、そうだな。なんかいろんなお写真もね、見せれたらいいんだけど、俺自体はなんだろう。まだね、ちょっと収益化とかもできてないので、詳しくは話せないけど、どれぐらい費用をかけてとかは、ある程度決めてるのでね、その決まった間の費用でね、みんなに楽しんでいただけたらと思うかな。正直なところ、もう結構先まで、だいぶ先までもうお写真をお願いしてしまってるので、かなりね、早めにちょっとお願いしないと、もう全然納期取れないというか、皆さんむちゃくちゃ忙しいクリエイターさんばっかりなので、純粋にね、お願いするにしても時間が足りないっていうのが多い。俺のね、決めた費用が超えない限りは皆さんにね、すごく素敵なお写真とかは提供できるかなと思ってます。正直言うとね、なんて言うんだろう。目指しているものを達成するためのまず第一歩として収益化してみんなとね、長く続けられたらいいなと思ってるのでね。長く続けるにはどうしてもね、費用とかもかかってきちゃうんで、そこのあたりはね、ちょっとやってみないとっていう感じかな。夏なんで髪くくってるか。俺髪くくれるのかな、この髪の長さで。どうなんだろう。ちょっと逆にどういう髪型をそれ想像してんのか書いてみてよ。友達に頼んでみるか。友達すごいな。そんな友達いるんだ。ちょっと書いてみてよ。また。ちなみにね、今ついでなんだけど、マシュマロでね、マシュマロで来てたかな。ヘビのタトゥーか。サンズメンみたいなのがあればいいな、みたいな感じのマシュマロが来てたんですが、なんとね、この配信の後に X でお披露目しようかなと思っています。X でお披露目した後は、なんだろう。固定ツイートのツリーのね、リップに、貼って置いておくので、よかったらね、皆さん見ていただいて、もちろんね、サンズ面がなければ、そもそも俺がお願いしてたコスプレしてほしいなとか、いろんな人に俺のコスプレしてほしいなみたいなのがならないと思ったので、7月にね、ちょっと予定してたんですが、思いのほか、猫山ママが早くいただけたので、今回のね、お披露目に合わせてお披露目しようかなと思ってます。お披露目したらね、まずは皆さんに拡散していただいて、俺がね、どういう人間かみんなに見てもらおうかな。いろんな部分。はい。マシュマロ。いつも猫ちゃんに対してどんな風に接していらっしゃるのが気になります。マロシュを猫ちゃんだと思って一言ください。マロシュを猫ちゃんだと思ってて、これマロシュじゃあ手を挙げてください。私ですって、これ私がマシュマロを送ったんですって手を挙げて
いただけたら、マロッシュに向かって、俺が猫に接してる感じを出すので、どうですか？匿名の意味ないわってなる。まあ、でもね、実際俺猫ちゃんに対してって言われるけど、なんだろう。結構ね、なんか、そんななんか、なんかみんなが思ってるような感じじゃないよ。俺の猫って逆になんか、めちゃくちゃ、猫っぽくなくて、ツンケンしてないんだよね。もうずっとそばについてくるような感じなので、例えば俺が椅子にこう座って、俺が椅子に座ったらもうすぐ、見つけたら膝の上に乗ってくるみたいな。だから別になんか何かをするとかってわけじゃなくて、あとはそれを撫でてる。喉撫でたりとか、額のあたりとかね、軽く撫でたりとか、するぐらいかな。まあ、たまにね、こう一緒に寝たりとかするときは、なんだろう。なんか腕の上に乗るのが好きっぽくて、俺が寝てる腕の上にこう、自分の体をドシンと、腕を包むようにドシンと寝てきたりとかするんだけど、まあ本当にね、俺からなんか構うっていうよりは、なんか猫がこっちに来るんで、別になんか構いに行くみたいなことはないんだよね、俺自身は。俺も猫さんだと思われてる。猫さんだと思われてるかな。まあでも確かにね、そんな感じ。そうだね、甘えたなんだろうな。結構ね、年齢もまあまあいってるからもう、なんて言うんだろう。まあうちはメスなんだけど、結構おばあちゃんだと思ってるんだけど、まあそれでもなんか子供のように来るな。わかんないけどね、仲間と思われてるかはわかんないけど。まあね、猫にどうして接してますかみたいな。まあそれぐらいかな。髪を染められたことはありますかっていう質問もあったんだけど、これはね、ある。もう脱色して、真っ白とか真っキンキンぐらいにしてから、いろんな色染めた時期もあるし、まあ、それこそね、今みたいにこう、パイメ系として、こうやって今アッシュに染めたりとか、あるよ、全然。まあ、いろんな色をしたかな。でも一番好きだったのは、やっぱり、こう、グレイアッシュみたいな、シルバーとか、ただ俺の髪質って、結構黒いんだよね。もともとが黒くて、色入れるのにめちゃくちゃ脱色しないといけない。髪がバチバチに傷むみたいな感じなんだよね。なので、どうなんだろう。今また染めたいなみたいなのはもうないな。髪があまりに傷みすぎるかなみたいな感じかな。一番これないなと思った色は何色ですか？俺の髪の毛でね、一番ないなと思ったら緑だね。緑がね、まあ俺が染めた色が悪かったのかもしんないけど、俺割と髪の毛長いんだけど、ほうれん草かなって。髪の毛を緑に染めて結構深かったんだけど、頭にほうれん草つけてんのかなみたいな感じになった時があって、これはないなと思ったね。緑は。ほうれん草ぶら下げて何やってんだみたいな感じになったからね。やんちゃ時代の名残的なので、今の色、
そうです。そうだね。まあ、アッシュが好きだったりとかなんで、こういう色にしてるかなっていう感じ。赤とかもね、インナーとしては入れたことあるかな。うん。まあ、あまり表面に出す色としては赤は使ったことがないかな。インナーだったりとか、部分的に染めるみたいな感じで赤、まあ、メッシュとかではあるけど、それもなんか、すごい明るい赤とかじゃないから、こ暗いワインレッドみたいな感じはあるかな。緑は似合う人少ないです。そうだよね。なんか、だって緑ってさ、まあ、長いとほうれん草になっちゃうしさ、めちゃくちゃ短い人ってさ、芝生になっちゃうじゃん。芝生みたいな頭。めちゃくちゃ難しいよなって。緑をめちゃくちゃ綺麗に入れてる人って、もう、すごい、なんていうの、自分にちゃんと合うって分かってやる人みたいな感じなんだよな。インナーカラー赤。あ、いいね。やってるんだ。いいじゃん、赤。いいと思う。なんかさ、インナー、これチラッと見えるインナーとかでさ、ギャップとかいいよね。普段はちょっと、黒で、しかもこう、まあ、女性で言うとこう単発だったりとかした中で、ずっと、まあ、短すぎるのもあんまりわかんないけど、俺は。結構、ショートぐらいの感じで、インナーで赤が入ったりとか、紫が入ってたりとか。すごいなと。緑入れたことはあるけど、似合わなくて隠しました。隠しちゃったか。緑、いや、緑やっぱ難しいよな。緑難しい。思うよ、俺も。いや、でもまあ、まだいいじゃん。だから女性とかはさ、もう俺女性として話してるけど、女性とかだと、まあ、スマイルさんが例えば女性で、まあ、緑とかで、なんだろう、こロングだったりショートだったりとかわかんないけど、なんかこう髪の毛染めてって、女性って結構髪の毛染めることがそもそも多くて、男性ってあんましないじゃん。まあ、なんていうの、若い頃はするかもしんないけど、年齢重ねていくことにさ、男性ってまあ、なんか、労働させられるというか、社畜のように労働させられる中で、髪染めようかなってあんまならなくて、染めるとしたらさ、自分が本当に好きで染めるみたいな。その時に緑でほうれん草になってみ。もう隠すどころの話じゃないよ。大事故だよ。まだね、こう若いうちにね、染めて、あーって言って、似合わないから隠して、で、違う色にしようっていうのはね、もう全然体験しとくべきありな話なんで、若いうちにね、どんどん自分に合った色を見つけていってもらえたらいいな。みんな今何色とかにしてんの？どんな色にしてんのみんな。みんな染めてるのも、みんな色染めたりする？あ、推しがカラーで緑だったからやったんだ。いやー、そこまで応援するのはすごいけどね。すごいけど、なんか俺とかのさ、例えば推しカラーにじゃあしようかなって言って、なんか、グレイとかアッシュってやるとさ、結構あれじゃない？まあ失敗したら白髪に見えちゃったりとか。ちょっと怖いよな。あんまやってほしくないな。女性には自分の好きな色とか、男性でもそうだけど、好きな色でいてほしいな。今、ウルフヘアでインナーカラー赤なんだ、熊吉さんは。結構いかつい目じゃん。まあ、服装いかつい目だもんな。なんか好きな服とかもさ、結構いい感じの個性的な服だったもんね。いいね。なんか、バチバチにやってる人もいるし、俺別になんか何もしてなくて普通に清楚な感じもね、なかなか好きなんだけど、タイムラインとかではよくさ、なんていうの、
爪とかをさ、めっちゃ綺麗にやりましたみたいな、ネイルやりましたみたいな流れてくるのとかもめちゃくちゃすごいなと思って、そういうのをやって、で、俺の知り合いってさ、もちろんゲームしてる人とかが多いじゃん。その、タイムライン流れてくるって言っても、配信者さんだったり、活動者さんだったりも含めて、すごいなと思うのは、めちゃくちゃおしゃれだと思うし、時間もかけてるし、なんかデザインも考えてるんだろうなと思うのもあるんだけど、一番は、それコントローラーとか、ゲームとか、できなくないって、その爪で、それどうやってやってんのみたいな、多いんだよな。舐められたくない。もう、今の世の中でそんな姿でね、舐めてくるようなやつあんまいないよ。なんかね、外見なんかでね、相手を判断してね、舐めたりとかする人ほどね、やっぱ、ちょっと難しいかな、今の世の中でそういうやつっていうほど逆に下に見られるよね。俺も、言い方あれだけど、俺もさ、普通に今の自分の姿が社会人として向いてるような姿じゃないからさ、それでもやっぱ外側みんな見て判断しないし、外側をさ、見て意味わからん勝手に判断するような人はさ、それこそその人がさ、ちょっと、なんか向いてないわ。その社会に向いてない。メッシュだったら灰色かっこよくなりますかね。ああ、やってみる俺のこの推しカラーにしてみる灰色。結構ね、深い灰色。ね。グレイ、アッシュ。威嚇するんだ。次に行ってみるか。私生活で、恐怖体験をされたことはありますか？私生活で恐怖体験か。恐怖体験っていうのは何に含まれるんだろうね、このマシュマロの。恐怖体験。なんかリアルな恐怖体験とかなのかな。リアル恐怖体験なのかなんか、そのホラーとか。ホラーとかの感じなのかな。例えば、普通になんかみんなと同じような怖い体験だと、俺ってその言ってたみたいに出張とかすることが多いの中で、国によっては、日本って結構治安がいい国なので、新幹線に乗っても駅員さんがこう見回ってくれたりとかするじゃない？切符ちゃんと持ってるかなみたいな。で、普通に国によっては、新幹線のような電車があるんだけど、それに乗るときとかに、警備員が立ってんだよね。警備員が立ってるんだけど、警備員が普通に銃を持ってんだよね。しかも軍用とかみたいな感じの。ハンドガンじゃないよね。もう、アサルトライフルだよね。アサルトライフルっていうのは言い過ぎだけど、見た目、なんかエーペックスの301みたいな、普通に持ってたりとかするんだよね。結構ね、恐怖ではあるよ。言葉が通じないので、やっぱり。例えば何か勘違いを起こされた時に言い訳が通らないことがあるじゃない。言い訳しても言葉が通じない。いや、そうじゃないよって、そんなつもりじゃないよみたいなことは言っても、普通にリアルに怖いよね。横それを持った人が普通に
で歩いて、巡回して見回って、やっぱ怖いわ、それは。リアルエイペックスって感じだからね。逆にそういうタイプかな。なんか、そっち系だよね、やっぱ俺が怖いと思うのは。そもそも幽霊とかさ、ホラーとかって、そもそも信じてないから見ることもできないし、そっち系って俺見れないからさ、なんか感じることもできないというか、霊感とかありますとかってないから、霊感とかってそもそも俺はないと思ってるから、その信じてすらないからさ、幽霊とか信じてないタイプなんで、なんだろう、プラズマ現象ですかみたいなぐらいかな。なんかもっと、なんか論理的なものだと考えてるので、人間はね、そこで死んだら、そもそも、終了というか100%そこで終わってしまって、まあ、幽霊って何ですかっていうと、ただの記憶の残滓というか、なのでただの情報源のはずなのに、それが人に見えるわけがないみたいな感じなんだよね。本当に。霊感なしだね。占いも全く信じないね。てか、全くてか1ミリも信じてない。なんか、その有名な占い師さんとかすごい人たちがいるのはわかるんだけど、占いそのものを否定するつもりも全然ないんだけど、信じてない。自分がやってもらって、例えば、占いって、逆に占いって何なのかなって、ある程度大体同じ人にこう当てはまるようなことを言って、それで何がわかるのかなみたいな。こう将来何々だよねとか言われたりとか、こうなると思いますみたいなことを潜在的に言われちゃうと、人間って頭にそれが刷り込まれちゃって、そういう行動を取ろうかなって認識が出ちゃうっていうだけなんだよね。あれ心理学上のただの。俺俺自体はその心理学の専攻をしてたので、まあある程度それ分かってて、まあ特に結構占い師さんって奇抜な姿をしてたりとか、なんか覚えやすいような強い言葉遣いをしたりとか、しっかりした何々ですねって言い切るタイプの人が多いと思うんだけど、それって相手の心に潜在的にその言葉を植え付けることによって、まあ、そういうふうにね、なんて言うんだろう、認識をこう持っていくみたいな感じの手法の人が多いからね、まあ気をつけてねと。まあ占いを信じる信じないよね、人の自由なんで。ただ、皆さん気をつけてねっていう感じかな。幽霊信じてるんだ。幽霊信じてるかってことは、幽霊をこう、信じる何かがあったんだね。信じるに足る経験みたいなのが多分あったんだろうな。例えばこう何か見たとか。俺ないからな。だから信じれないんだよな。何か見れたらいいんだけどね。なんか漫画とかアニメでさ、見える子ちゃんみたいなのあるじゃん。めちゃくちゃ見えるちゃんみたいな。ああいう感じでめちゃくちゃ見えたらさ、だけどね、心理学的視点だと占い師は詐欺師みたいなものなんですかねっていうことを、いや別に詐欺師とまでは言わないよ。なんだろう。なんていうのかな。まあ一種のその、なんだろう。カウンセリングみたいなものだという俺は認識かな。占いをすることによって、まあ相手が不安だったりとかっていうのをこう解消してあげられる一つの手法だとでも俺は思ってるし、うん。だからまあ詐欺師とまでは俺は思わないよ。いろいろ。そのためにね、なんかすごく勉強してらっしゃる人とかっていっぱいいるので、占い師さんは。知識もね、もう比べ物にならないぐらい持ってると思うしね。うん。周りが見えるこちゃんばかりだ。信じてるの見えるんだ、みんな。私は見えてましたね。見えてると、もう羨ましいな、みんな。超常現象見えてるじゃん。
はい、こんばんはいらっしゃい。そうなんだ。見える人が多いんだね。まあまあまあ、幽霊はね、人それぞれなので。まあね、その心理カウンセラーに俺の中では近いかなと思うだけかな。まあ、人それぞれなんでね、本当に占い師が好きでもうべったり信じきってる人もやっぱ中にはいるので、まあ、そういう人も世の中にはいるっていうだけ。俺とか人によって違う。怖い話っていうかね、その恐怖体験の中でホラーとかってじゃあこう会ったことありますかみたいな感じなんだけど、俺は全くなくて、その幽霊全く信じてないのでっていうね話かな。もう本当に1ミリも信じてないので見れないんだよね多分。数パーセントでも信じてる人って例えばなんかもやだったり人影だったりみたいなのを見たときに、あ、幽霊かなとかっていう多分脳の認識があるんだけど、俺の場合ないので、人影があれば、おい、こんなところに人影もしかして行かれた殺人鬼かなとか、そっち系に行くよね。いいなぁ。そのみんななんか周りに超常現象起きてるといいなぁ。はい。ということで、まあ、次のね、マシュマロに行くんですが、これはちょっとね、かぶってるというか、まあ、かぶってるかどうかわかんないけど、よく食べているアイスなどありますかだったり、かき氷のシロップ何が好きですかみたいな、感じのものがね、来てたので、アイス、よく食べるアイスといえば、なんだろうな。なんだろう。ありがたいことにね、フリートークするよって言ったらめちゃくちゃマシュマロくれて、少しずつ消化していってるところかな。いや、ありがたいよな。叫んでるのに声は聞こえない幽霊か。普通に叫んでるけど声出してない人だったんじゃない？こんな変態いないか。何してんだっていう話だもんな。アイス、アイスな。アイスの雪見大福とか、かな。雪見大福。最近食べてるアイスってもう雪見大福ぐらいじゃないかな。あんまりアイス自体食べなかったりするので、雪見大福は食べるかな。あとは、そうだな。アイスって何あったっけみんな。なんか好きなアイスある？はい、こんばんは。いらっしゃい。変態は声の出ない叫びはする。それただの変態じゃねえか。マジで。マジの変態じゃん。パピコとかね。はいはいはい。パピコ。パピコな。食べないな。やっぱ俺雪見大福だな、今。かき氷のシロップはね、レモンとか。レモンとか、かな。ソフが好きです。白いね。ソフトクリームみたいなやつね。確かに濃厚。濃厚だよね。濃厚だわ。周りの人チラ見もしてなかった。いやだって声出してないのに叫んでるふりしている変態とかみんな見たくないでしょ。チラ見したらもう変わっちゃうじゃん。スーパーカップのチョコ。いいね。確かにそう言われると美味しそうなのはあるけど、なんだろう。俺はあんまり食べないっていうだけだな。美味しそうなのはあるよ。もう好き。いいな、いいな。もうね、濃厚だよね。バニラ感濃厚、牛乳感濃厚みたいな。雪見大福好きです。ほら、俺と同じお空じゃん。お空だ。サクレとかたまに無性に食べたくなる。氷ね、ザクザクの氷か。
確かにな、オレンジとレモンが、俺の、サクレは俺のイメージだな。アイスいいよな。アイス、だって夏結構やっぱみんなアイス食べるんだろうな。あと来てるのは、まあ、アイスにちなんで、じゃあ絡めていこうか。甘党派ですか？辛党派ですか？辛党って読むのかなこれ。わかんないけど。あ、いるよね。結構お酒にアイスよくぶち込んでる人。なんかたまに見るし、なんか最近タイムラインで流れてきたのはなんか、アイス、すごいアイスボックスみたいなところにメロンソーダ叩き込んで、で、なんか決めるぜみたいなやつ見てたわ。メロンソーダのジュースバーっと叩き込んで、なんかソフトクリームみたいなのどっちゃり氷にぶち込んでみたいな、決めるぜみたいなタイムラインに流れてきた。まあ、そう考えると俺は甘党派なんだろうな。まあ、アイスも食べるし、なんだろう、デザートとかめちゃくちゃ食べるし、甘党派なんだろうな。みんなはどう？甘党派、辛党派？てか、辛党派とか甘党派だったら何が好きだからそう自分で認識する？ちょっと待って。ああ、まあお酒をね、そもそもアイスにかけるの合うもんな。アイスワインだったり、あとはその、ブランデーとか、普通にめちゃくちゃ合うしね。パイン酒に層のパイン。てか、そもそも俺、層のパイン食べたことないんだけど。何いや、写真では見たよ。サブアカで写真見て、シャリシャリした食感みたいなの見たけど、美味しいのか？辛いのが苦手なわけではない。苦手じゃないね。辛いの普通に食べれると思う。なんか、大量にじゃあどっち食べたいってなった時に、食べたいのは多分俺甘い方なんだろうなっていう感じかな。すごく、だからよくフルーツ大福だったりとか、いっぱいいただくんだけど、まあ、そういう甘いのがめちゃくちゃ好きなので、はい、甘いものに限界があるか。確かにな。胸焼けする人とかもいるもん。俺なんかそういうのなくて、めちゃくちゃ甘いの食ってても大丈夫みたいな。きなこ団子とかもさ、めっちゃ食うんだよね。辛いの食べれなくない？そうなんだよね。別になんか辛いのめちゃくちゃ摂取したいとかってならないから、まあ多分そういう人は甘党の方なのかなみたいな。シャリシャリしてた。で、なんかあれでも美味しそうだったなと思って見てて。なんかでも俺、層のパインなんて自分の周りで見たことないからな。俺、天空の城に住んでるのかなやっぱ。ラピュタに住んでるか。きなこ団子、よくね、行きつけがあるんですよ。買ってきて。まあ、その代わりね、ちょっと、すぐ食べないと、硬くなっちゃうからね。きなこ団子とかって。吸っちゃうというか、団子がね、硬くなっちゃうんであれなんだけど。だから甘党派、辛党派かで言うと、俺は甘党派で、まあ辛いものが嫌いなわけじゃないけど、わざわざその激辛みたいなのは摂取しないかな。そうだよ、みんなで。しかも、これなんか今こうやって喋ってるけど、俺、ラピュタ見たこともないしね。ラピュタ見たこともないし、なんだろう。もののけ姫と、まあ、千と千尋が見たことないから。ジブリ。その二つしか見たことないから。俺は。ない。大福3個でもねえけど、もったいないね。ちょっと慣れてこう。俺が甘いもの食べてる配信の時一緒に食べて慣れてこうか。やっぱね、甘いものって
脳にすごい効くから、決まっていくから。なんかもののけ姫はその代わり何十回も見たけど。なんかジブリ、今ね、昔じゃないよ。今はもうジブリよりなんか俺、ガンダムとかそっち系の派閥だから、ガンダム派とかだからさ。あ、ビターチョコいいね。それこそさ、ジブリを見るって、アニメとかの方がやっぱ見やすいよな。甘いものにもよるか。何がおすすめですか？甘いもの。甘いものね、また大福とかよりもまずは、こう、甘さが控えめのものから。で、俺がよくなんでフルーツ大福とかを食べるかっていうと、中のフレッシュなフルーツが、まあ、ちゃんと甘みを抑えてくれるというか。だからフルーツ大福めちゃくちゃおすすめ。俺めちゃくちゃ好きなんだけど、フルーツ大福。季節によってね、いろいろフルーツが変わるんだけど、特にメロン大福とかめちゃくちゃ好き。中にメロンがね、入ってて、もう至福だよね。ジブリ飯とかアニメ飯とか、確かに、俺も、なんか、もののけ姫で出てくる、ドロドロのお粥作ったことあるわ。ジゴボウがやってる、ドロドロの、食べなさいって言ってるやつ。チョコ 75%。75% って何？カカオってこと？苦くないさ。美味しそうでしょ？いや、美味しそうっていうか美味しいんだよ。フルーツ大福はね、やっぱほんとおすすめ。メロン大福だったり、あと、白縫いとかがね、丸々入ってたり、みかんね、とか入ってたり、あと、なんだろう。俺がよく食べるのは、このキウイとか、キウイの入った大福とか、いや、美味しいよな。うん。すごく美味しいと思います。うん、そう、カカオがね、結構パーセンテージ上がると激苦なイメージだよね。地ごぼうのドロッとしたやつ。あれな、なんか美味しそうな味噌とか混ぜてな、なんか食べてそうなイメージなんだよな。75%結構苦いと思う。苦い判定じゃない？ 50% とか超えると苦味が強まっていくんじゃなかった？カカオって。でも俺は思うけどな。まあ、俺の舌が繊細なのかもしれない。俺の舌がね、やっぱいろんなものをこう摂取してきてるので。何の話なんだよ。次行こうか。カカオの話です。まあとりあえずね、1時間ぐらい終わって、じゃあ、最後の話題にしよっか、これが。デビュー半年記念に何かお祝いしますかというマシュマロが来てたんだけど、デビュー半年っていつだ？ 4 月から始めたので、4月も含むのか。4、5、6、7、8、9月かな。今のところ半年は考えてないですね。っていうか、ちょっと不思議なんだけど、これ男性と女性で結構さ、違ったりするのかなって俺はいつも思うんだけど、記念日とかって、なんか俺の中では、1年とかの、なんか区切りなんだよね。1年、2年、3年、1周年、2周年、3周年みたいな。なんか半年ってあんま考えてなくて、半年記念ってなんだろうみたいな感じではあるんだけど。今のところはね、ちょっと考えて、
はないですね。はい。ハーフアニバーサリーっていうんですか。その辺はね、全く考えてないので、うん。その代わりね、1周年は一応考えてるというか、何かお祝いをしますかっていうか、うん。何かこうみんなで、ね、できたらいいなと思ってます。1周年はね。そうだな。あと記念で考えてるのは、やっぱり多分収益化とかに関しては、もちろん、収益化みんなのおかげで達成したよみたいな、お祝いみたいなのはしたいなと思ってはいるけど、なんだったっけ、今なんかメンバーシップ新しくなって、一番安いのって、なんかちょっと上がっちゃったんだよね。メンバーシップって俺スタンプ使ってほしいだけで作ろうと思ってるから、やっぱ、応援してくれる人には別にファンボックスとかでいいと思ってて。だから、メンバーシップ安くしたいんだけどな。今の仕様がわかんないけど。誕生日は当たり前ですよ。誕生日はね、お祝いしてください。俺がお祝いすることではないので、誕生日はお祝いしてください。はい。ぜひお祝いしてくださいね。そうか。誕生日が先に来るね。多分1周年より。そうだね。ぜひお祝いしてもろって。王座に座って王冠が歌う。俺は何のキャラなのかな？何のキャラなのかな？ね、スタンプやっぱさ、コメントとかもさ、スタンプだけとかの方がさ、しやすくない？なんか、普段ロムしてる人とかも含めてさ、なんかこうゲームしてるときに、驚きスタンプとか、頑張れスタンプみたいなのがあればさ、やりやすいじゃん、実際。勝手に祝って勝手にケーキ食う。んちょっと待ってね。なんかコメント欄。コメント反映されてるやつと反映されてないやつあるかな？ YouTube に。今俺、見てるんだけど。なんかさ、YouTube の配信だと、俺の俺の YouTube の配信だと、コメントが反映されてなくて、俺のコメントアプリだと、ちゃんと反映されてるみたいなのがあるんだけど。なんでだ？すべてのメッセージにしているはずだけど、何の規制もしてないんだけどな。逆に言えば、アプリの方は全部映ってる。だから配信画面には多分映ってるんだろうな。俺が確認してる今の YouTube じゃ映ってない。なんだ？また後で見とくか。それか、あまりにも映してはいけないコメントなのかな、これは。そんなことないよな。ウルくんだ。はい、こんばんはいらっしゃい。飲み雑ですか。今日は飲み雑談をするという話でしたね。
そう、ナイスとかやっぱはいは欲しいよな。俺の、俺の挨拶としてはいは欲しい。ちなみに、誕生日にパイを顔面に投げてもいいならやりますよ。かっこ嘘みたいなやつが、俺の YouTube だと反映されてないね。熊吉さんやね。でも、配信アプリの方ではちゃんと反映されてて文章に書いてるね。なんでだろうね。過激だからかな。誕生日にパイを顔面に投げるっていうのが。またかってことあるか、あるのか、そういうのが。反映されないことがやっぱあるんだ。過激すぎるのかな、やっぱ。でも全てにしてるつもりなんだけどな、多分。なんでなの。まあ、いいや。俺のアプリの方では見れてるから。うん、センシティブなんだろうな。やっぱ顔にさ、べっとりとこう白いものをつけるって、やっぱセンシティブなんだろうね。うん、過激発言なんだろうな。うん。いや、まあまあまあ、脱線しちゃったけどね、1周年とか誕生日記念はやりたいなと思ってますが、まあ、デビュー半年記念は多分やらないかなと思ってます。まあ、ただ、なんだろう、その収益化記念だったりとか、何かね、何かしらあれば、その時都度都度、みんなとね、こうして時間を共有できたらなと思ってます。はい。まあ、ちなみに、今日みんなにこうやって優しくお話ししてるアイメケイというのは、お仕事とかでね、あまりうまくいってなくて、まあ、みんなには優しくしておこうかなって。優しくできない場面もあったので、みんなには優しくしとこうかなみたいな。嘘だけど。そうだけどね。まあね、こう雑談するときに、まあ雑談ぐらいはね、みんなにこう柔らかく接してもいいんじゃないかなって。みんなにはね、優しく接しても。普段はね、俺らも多分みんなからもそう見られてると思うけど、結構、まあコメントとかゲームとかでね、あんまコメントとか拾わないタイプの人間。でもまあ、結構ね、みんなゲームについてコメントしてくれててめちゃくちゃありがたいというか、コメントがあればあるほどね、配信も盛り上がるみたいな感じなので、すごくありがたいいつもと思ってるんですけど、まあ、その分ね、もし完全な雑談配信とかがあれば、その時はこうやってね、一人一人お話できたらなと。ウルくんとかも。まあ、これ多分ウルくんはね、今から飲み雑談でね、みんなにこう囁いてるわけです。まあ、俺はそれができないので、そういうのができるタイプではないので、皆さんとね、少しこうお話しして、誕生日は推し不在のお誕生日会やりたいっていう文章があるわ。見落としてたけど、それ俺不在じゃん。俺不在じゃない？それ俺不在なのに、ちょっと俺が悲しくなってない？知ってました。まあでもこうやってね、普通に話すことぐらいはできるので、よかったらね。俺は冷たいと思われても大丈夫ですよ。慣れてるので。ただ俺はね、みんなのことはみんなのことはね、一応見てるつもりだし、コメントも見てるし、
大切にしているつもりではある。まあ、伝わらなければ伝わらないで俺は仕方ないと思ってる。それはね、仕方ない。ねえ、ラルマやし。まあそうね、スペースとか見に行ったりとか。読まなくても見てるのはちゃんと伝わってくる。まあでもね、俺の目指すところはね、なんか例えば、まあよく見かけるんだけど、認知度丸。俺は認知度20丸。コメントは全部読むよって言ってる人とかも結構すごく多くて、俺にはそれがちょっとできなくて、それなんでかっていうと、俺がそれを言っちゃうと、目指してるところに到達した時に、嘘になっちゃう。嘘つきになっちゃうからね。嘘つきになっちゃうんだよ。だって、例えば同説が100人いたとして、まあ、個人だからね、100人でもすごい話だけど、100人いたとしてコメントがバーッと流れてるの、絶対見て、絶対コメント読んでないじゃん。それ嘘になるじゃん。だから、俺はそういう、なんだろう、最初からそういうのはつきたくないなって。後からね、やっぱり人増えてきたんで、読めないけど許してねなんて、そんな無責任なことは俺には言えないので、はい。最初からね、少しずつみんなと大きくなっていけたらなと思ってます。大切にはしてるというのは、まあ、理解だけしておいてもらえたら嬉しいかなと思ってます。じゃあ、今日はこれぐらいで終わろうかな。最後にね、新エンディングも、楽しんでみていただいて、1分ぐらいかな流すので、よかったら見ていただけたらなと思います。皆さん、お疲れ様でした。またね。